皆さんこんにちは。スネークス坪内和夫と申します。今回も裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけると分かると思います。第22回1987年はタナトスというテーマを予告していましたが、改めて悲劇というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1987年のヒットチャートを通して私が注目したいのは、バブルの時期らしい能天気な雰囲気に陰影を加えるような中森明菜さんの存在です。この時期の彼女のシングルはそのままアルバムに加えられることはなく、ナンパ船などのヒット作も素晴らしいですが、この年発表されたアルバムクロスマイパームは大胆にエレクトロニクスを導入し、全曲英語歌詞という挑戦的な作品で、前年のクリムゾンと共通して独特のペシミズムが支配しています。クリムゾンが近年中古市場で価格高騰しているのは、竹内まりやさんが提供した駅などの楽曲が収録されていることが関係しているでしょうが、クロスマイパームは時代の頂点における破滅の予感が漂っています。加えてこの年、日本のドキュメンタリー史上最高傑作との呼び声も高い映画が公開されました。それが原和夫監督の作品、雪雪て進軍です。この映画は奥崎健三という人物を追った作品です。奥崎健三は1969年に皇居の一般参賀で天皇に向かってパチンコ玉を発射して暴行罪で逮捕されたこと、さらに1976年には銀座、渋谷、新宿の歩行者天国で天皇一家の写真とポルノ写真をコラージュしたビラをばらまき逮捕されたことで非常に有名です。またそれ以前にも1956年には金銭トラブルで不動産業者を視察していたりと、何度も刑務所に服役しています。太平洋戦争時にはニューギニアに出征しましたが、その際も上官に暴行を働いて食料を奪ったりと、もともと非常に野蛮な人間だと言えると思います。映画の制作は彼の起こした事件のうち、天皇に関するものが持つアナキスト的側面が注目されたことに端を発すると思います。この映画は1982年から撮影が始められ、紆余曲折を経て最終的には戦時と終戦直後に戦場で行われていた人肉食の真相を追うために当時の中隊長を訪ねることになります。その際、初めは本当の遺族が奥崎さんと一緒に訪ねていったわけですが、途中で離脱します。その後は自分の妻や知人のアナキストを遺族のふりをさせて撮影を続行するわけです。撮影でもたびたび天皇にパチンコ玉を打ったことをアピールします。原監督によれば、撮影中相手がふと先生と奥崎さんのことを呼んだ時には舞い上がって自分の行いについて饒舌に喋り出し、遺族はそうした行動に嫌気がさして離れていったということらしいです。原監督は国家権力や天皇制に代表される戦後の統治システムにたった一人で抗っている異常にエネルギッシュな人間と、戦後は家庭に入り沈黙し当時の罪について語らない人間とを対比することで、1980年代当時の日本というものを描こうと考えたことが映画撮影の動機だとおっしゃっています。ですから人肉食のような戦時の罪を暴くだとか、戦争の悲惨さといったものを描くというのが主目的ではなく、一人で国家権力に喧嘩を売り続ける人間のエネルギーを描くことが目的だということです。そもそも戦争の悲惨さを語らせるには奥崎さんの存在はノイズなんですね。戦時の上官、加害者に対して不当な暴力を糾弾する側が平気で暴力を振るうというのは矛盾しています。そもそも奥崎さんは戦時でも上官に暴行を振るって食料を奪っている側なんですね。いずれにせよ1987年当時、戦争の生き残りの人々は60代半ば前後です。その当時の人々の年齢を考えれば、戦争は確実に当時と地続きだったことはもっと表面化していてもよかったはずです。しかし当事者が戦時の犯罪行為を好んで語らなかったことと、社会の急激な変化によって覆い隠された部分があったでしょう。そうした中で奥崎さんは戦争を連続する時間の中で捉え、戦前から戦時、そして戦後と変わらずに問題解決には暴力を用いました。それは奥崎さんの暴力が幾度も食料を手に入れるなどの成功体験と結びついているからだと考えられます。奥崎さんの行動は狂気といって差し支えのないものです。短絡的に暴力に訴え非常に危険ですし、また論理的にも破綻しています。しかしながらこの映画は奥崎さんの戦争経験とその狂気が原和夫監督の歴史の連続性を浮かび上がらせようという忍耐強い試みと結びついて奇跡的に成立した作品だということができるでしょう。そしてその手法は一人の人間にフォーカスしながら、その実その狂気は不変で、
戦時の罪を追い込む方法、例えば偽の遺族をでっち上げる点などは無視するべきではありません。でっち上げをそのまま映した原監督の意図は歪償化して捉えるべきではないと感じます。私がこの映画を見て思い出したのはマーク・ロスコさんの絵画作品です。ロスコさんの表現は抽象絵画に属し、その作品は大画面に薄塗りで配置される色彩に特徴があります。題名も極めて簡素で、濃紺の中の3つの黒や紫の上のカバ色の上の黒、あるいはナンバーが振られただけであったり、画面以外の情報を排除しています。にもかかわらず、見る人はその画面に人間の根源的な苦悩であったり神秘的なものを見出します。それら作品群は1950年代半ばの色彩の明るいものから1960年代にかけてどんどん暗くなっていきます。これら色彩の配置と揺らぎのみによって感覚を超えて感情まで表現しようとした試みがロスコ絵画といえ、その感情は崇高さにたどり着いており、ロスコが絵画で試みたその崇高さはニーチェの悲劇の概念に起因します。悲劇の誕生におけるディオニソス的悲劇の最も手近な作用について引用すると、すなわち国家や社会、一般に人間と人間との間に設けられている断層が後退して自然の心に我々を連れ戻す強力な一体感に席を譲る。そして事物の根底にある生命は現象のあらゆる変化にもかかわらず破壊しがたいほど強力であり、快感に満ち満ちているという形而上学的慰め。すでにここで私が暗示しているように、全ての真の悲劇は究極的には我々に形而上学的慰めをもたらすものなのだ。このように芸術の悲劇的性格とは、日常的に人間を取り巻く枠組みを後退させ、相対的に生命の根源的な力強さを歌い上げるものだと言えるでしょう。また形而上学的慰めとは、ピエール・パオロ・パゾリーニ監督の映画「アポロの地獄」を例にとれば、オイディプス王の悲劇を描いていながら冒頭と結末に現代劇を配置することで、この悲劇が人類が存在する限り消えないものであるということを示し、それこそが我々人類全ての生の形、破壊的でありながら快感に満ちているという自覚を促します。行き行きて進軍において原監督が作り上げた奥崎さんの像は、上記の意味である種の悲劇的性格を持って提示されたと言えるでしょう。それは監督の映画撮影の形式が優れていたからだと言えます。そしてマーク・ロスコの絵画と同様に、その内容の獰猛さゆえに安易な解釈を拒みながら、それが人の心を打つのは根源的な人間存在、生命を想起させる点にあると私は考えます。裸のラリーズの楽曲ではたびたび狂気という言葉が使われますが、その中で私が注目したいのは、聖なる狂気よ、俺もしくは俺たちの全てという歌詞です。よく知られたものだと、1994年の京都大学西部講堂におけるチャーボー追悼ライブでの最初の曲増加の原野の冒頭でこのフレーズが飛び出します。私の考えでは、聖なる狂気とは逸脱としての自然であり、生命の根源的強さを歌い上げるための悲劇と投下の効能を持つものです。それは裸のラリーズの営みとして俺たちの全てと言い切っている以上を無視できないものです。1987年悲劇でした。最も強く高い時代にこそ人は悲劇を欲します。それは認識という世界の歪償化を拒み、人間の有限性への慰めとしての悲劇を受容することによって生の狂気へと到達し、生をさらなる高みへと押し上げようとする試みと言えます。折しも昭和という時代の終わりが近づいていました。そうした流れの中で中森明菜さんのクリムゾン、クロスマイパームの2枚のアルバムのペシミズムは極めて的確に時代を切り取ったものだと言えるでしょう。また行き行きて進軍は昭和という大きな物語が有効だった最後の時代に一人のアナキストの狂気を記録することによって生そのものを浮かび上がらせるという、まさにこの時代にしかできないものだったということができるでしょう。裸のラリーズの音楽、ディオニソス祭典としての芸術は聖なる狂気という言葉に集約され、規定された生の苦悩をかき消す自然として超越的神話的に存在しているということができるでしょう。それは共同体の共有コードとしての伝説などとは全く異なるものだということが理解できると思います。次回1988年は崩壊というテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。
どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。